あ、イカイカ、ゲットー。石鯛でかー。入った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 。これ網で取れるのめっちゃ楽しい。お、すごい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 。乗船出港。今回は巣立て漁っていう海の漁をしにやってきました。普段はね、陸で漁期になればイノシシやシカの漁をやってるんですけど、今回は海の漁です。巣立て漁っていうのは遠浅の海の沖に袋状の網を設置して、さらにスタッポと呼ばれる横に移動する魚を捉える網を設置します。上から見るとキノコのような形ですね。そしてスタッポに魚がぶつかると、魚が壁に沿って進む習性によって沖に移動した魚がそのまま袋状の網の中に入っていきます。この袋状の網もさらに2段階の罠になっていて、壁にぶつかった魚がぐるっと壁沿いに進むと第2の部屋、そして第3の部屋へと誘われます。この第2の部屋と第3の部屋には薬師弁のような扉がついていて、魚が一度入ると後戻りできない構造になっています。そして潮が引いて人が入れるようになったら、最初の入り口を塞げば巣立て漁の開幕です。うわ、陸からこんなに離れてるのにこの辺り一帯が干上がるそうです。相当な遠浅ですね。巣立てに到着しました。奥に見えるのはアクアラインですね。今ね、ああやって水中メガネを使って巣立て網の中にいるアカエイを駆除しています。今日はね、ちょっと水が濁ってるのでかなり念入りに時間をかけてアカエイを探しています。あれのおかげで安全に巣立て遊びをすることができます。入水。網を借ります。ありがとうございます。めちゃくちゃ浅いね。お邪魔します。あ、いる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 。赤いのいる赤いの赤いのいる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 。あー、いたいたね。赤いのいたね。赤いのいたね。やばい、これ興奮する。見える見える見える。あー、取った。あ、イカイカイカ取れた。うえママナイス。シリアケイカが取れました。すごい。あ、めっちゃ吸い付いてくる。逃げちゃう逃げちゃう。でっかい。キートンさんがでっかいイカを取った。マミナイス。シリアケイカゲット。あー、なんか取れた。浮いたの子。これはね、卵ではなくてそのまま子供を産む卵胎生の魚です。お、ギマゲット。なんだお、ホモサピさんイカゲット。アオリイカ取れた。イカで最上級にうまいアオリイカが取れた。やばくないですかこれ。すごい。あー、いた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 。あー、いっちゃった。石鯛石鯛石鯛、そっち行ったんだ今。そう。あ、いる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 。そこにいるそこにいる。あー、ゲットー。でっかい。石鯛でかー。やばい、高級魚しか取れんじゃん。でっか。やばいっしょマジで。巣立て漁ってこれなんだよ。うわー、石鯛ゲット。大きい魚はね、坪谷さんが締めて血抜きをしてくれます。ウータムさん二刀流。おー、すげえ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 。跳ねるマダイをゲット。うまかったっすね。ホモサピさんからサデ網をもらいました。2人でね、追い込んでいきたいと思います。これあればもう絶対取れるっしょ。あ、めっちゃ入ってるめっちゃ入ってる。いいよいいよいいよ。入ってる入ってる入ってる。めっちゃ入ってるめっちゃ入ってる。おお、この城全部この城。まさに一網打尽。やば、めっちゃ取れる。ほらこれやば。カレーだ。キートンさん見て。かわいい。赤ちゃんカレー。赤ちゃんカレイがいました。かわいい。何でもいますね。ねえ。おお、まだいまだい。あ、これ全部取れちゃう。全部取れた全部入った。すげえ。うわチートンママが追い込んできた。すごっ。えい。あ、本当だ。赤ちゃんエイいる。あ、入った入った入った。この遊びの唯一のね、危険ポイントはこのエイですね。可愛いけどね、尻尾に毒針があるんで気をつけましょう。間もなく潮位がマイナス3センチになるので、そろそろね、砂が見えてくると思います。もうまるで砂浜からちょっと入ったところにいるぐらいの感じなんですけど、実際に陸地はあんなに遠いです。そこにやばいシーバスいる。あー、本当だ。でかいのいる。俺らも出れない。でかシーバス。チートンさんやっちゃってください。マミそっちから、マミそっちから。あそこに追い詰めたら勝ちだな。ママ行って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 。あー、入った。この中に入ると入った魚はもう出られません。いた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 。取れたんじゃない？あ、入った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 。何もしてないけど勝手に入った。でかい。重た。すごいよこれ。鈴木が取れました。でかっ。でかい。いや、すごいの取れたね。でかい。これ網で取れるのめっちゃ楽しい。めちゃくちゃ浅くなってる。もう浅すぎて横を向きながら泳いでます。はい、ゲット。こんなところにサヨリが刺さってます。潮位がこの辺まである時にここに迷い込んで入っちゃったんですね。完全に干物。どこ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 。あ、いた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 。よいしょ。取った。下ビラメ。水深が浅くなってね、見えるようになってきた。口が可愛い。下ビラメゲット。うわ、めっちゃいる。上陸しちゃうからこいつら。そしたらそこからもうバババっていっちゃって。ヤトルさんも構えてる。もう追いつけないとさ。おー、すごい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 。やばいやばい。ヨルさんがやばい。これ進んじゃえば取れんじゃない？もやばいからもうバババっていっちゃっていいよ。う。やばい。うわー、す何キごい。ロあんのこれ。この城だね全部。お、下ビラメ。あ、まだいた。ナイスゲットー。ほら、下ビラメ取れた。取れた。しかも結構大きいよ。下ビラメの口可愛いね。可愛い。可愛い。タコ？
ほんとだ、タコいる。かわいい。もっとでっかかったらね持って帰って食べたいけど、さすがに小さすぎる。バイバイ。あ、炭入った。汚したな。さっき入ってきた道がもう完全にね陸地になっちゃいました。潮干狩りやっていきたいと思います。なんかめっちゃ引っかかってる。ダツが引っかかってる。もっと早く気づいてあげれば食べれたのに、もったいない。いや、いい感じの干物にはなってるけどちょっと臭そう。お、鏡貝いいサイズじゃん。ナイスマミー、鏡貝ゲット。あ、また鏡貝ゲット。伊藤さんこれやばくない？あ、でっか。アサリこれ普段ねみんなが入れないようなところだからこそ取れる天然の巨大アサリです。すげえゴロゴロ出てくる。え、めっちゃある。見てこれ、めちゃくちゃアサリが太ってる。やっぱ天然物は違うわ。めっちゃ取れてんね。ついにあぐらかき始めた。冷た貝が取れました。アサリなんかの二枚貝に穴を開けて食べちゃう肉食性の貝です。これも美味しく食べられるので持って帰りましょう。こいつらをね食べて駆除してアサリを増やしましょう。冷た貝ゲット。スコップ忘れちゃったんで鏡貝の殻を使ってマテ貝の穴を探していきます。お、ここめっちゃ穴あるじゃん。塩をかけて、あ、出てきた出てきた。もっと出てこい、もっと出てこい。うわー、引っ張られる。あ、抜けてきた抜けてきた。おい、はい、ゲットー。あ、吹いてる吹いてる吹いてる。ででーすごいだろう。マテ貝見えてんじゃない？そうだね、そうだよ。ここ上に行ったらマテ貝いる。あ、違う、湯虫。チンポコいっぱい取れたね。こんなに広大な干潟があるんでめちゃくちゃ埋まってますよ。ここ収穫物がこちら。めちゃくちゃ重い。7、8キロぐらいアサリありますね。それと赤西とマテ貝、鏡貝とバカ貝、めちゃくちゃ取れました。到着、ありがとうございました。たくさんの生き物を持って帰ってきました。見てこれ、マダイにクロダイ、シタビラメにシリアケイカ、そしてサヨリ、アジとたくさんのコノシロ、かわいいギマ、カワハギの仲間でゲドウとされるんですけど美味しい魚です。そしてたくさんの貝、もうね本当にアサリが大きくてびっくりしました。こんなアサリスーパーでは見たことがないです。めちゃくちゃでかい。そしてバカ貝、冷た貝、鏡貝でね、ハマグリが1個だけ取れました。で奥にあるのが赤西貝、サザエに匹敵するうまさと言われてるんですけど、赤西貝の方が好きだっていう方も少なくありません。そしてマテ貝ですね。砂抜きがいらないんでね簡単に処理して食べることができます。ちなみにアサリなんかも全部砂抜きが終わってます。あ、バカ貝がバカみたいに口を開けています。名前のゆえんとも言われてますね。はい、ということで早速ねパエリアを作っていきたいと思います。ということで調理していく。今回パエリアに使っていく材料はアサリ、赤西貝、ハマグリ、冷た貝、バカ貝と鏡貝、マテ貝、そしてマダイです。この豪華な材料を使って贅沢にパエリアを作っていきます。まずはね、下処理が必要な貝を下茹でしていきます。赤西貝はね、唾液腺にテトラミンっていう毒を持っている可能性があるので、下茹でしてから唾液腺を取り除いていきます。バカ貝は貝の中に砂を噛んでいる可能性があるのと、鏡貝はね、砂袋を取る必要があるので下茹でをしていきます。あと冷た貝ですね、これも下茹でをして内臓を取り除きます。ということでファイヤー。下茹でができました。そしたらちょっと熱すぎるんでお湯から引き上げていきます。まずは冷た貝から処理しちゃいましょう。プルンと。冷た貝はこの蓋を外して、このね肝も外しちゃいます。足の筋肉と肝を分けることができました。肝もね美味しく食べられるんですけど、今回パエリアには入れず足の筋肉だけ使っていきます。肝はね夜の晩酌にしたいと思います。あ、うめえ。パエリアはねすっきりとした美味しい味わいにしたいので、肝のこの苦味も含んだ濃厚な感じは今回パエリアには入れたくないです。うわー、うまそう。続いて鏡貝。鏡貝はね、ここをぐるりんとひっくり返すと、これね砂袋、ここをギュギュッとつまんで取り除きます。砂袋が取れたら茹で汁の中でガシャガシャーっと洗って、これでね美味しく食べることができます。続いてバカ貝。これはね口をパカッと開けることが多くて、こういう中に砂が入ってることがあるので、これも茹で汁の中で洗います。うわー、うまそうな足。ほらこんな感じでね砂利を噛んでいます。これをガシャガシャガシャっと洗っていきます。完璧。これ水道水で洗っちゃうとね旨味が逃げちゃうんで、茹で汁で洗ってください。そし
してサザエに匹敵するうまさ、もしくはねサザエよりも美味しいと言われているアカニシ貝。アカニシ貝はね唾液腺にテトラミンを持っている可能性があるので、肝と内臓は食べないようにします。これが口ですね。ここが正面なんで、ここを真っ二つに割ります。そうするとね、ここにクリーム色の内臓があるんですけど、これが唾液腺です。これをしっかり取り除きましょう。下処理が終わりました。そしたらね、これをパエリア用に細かく刻んでいきます。見てこれ、もうこのままでも絶対うまいやつ。これで貝の下処理が終わったので、マダイをね軽く焼いていきます。それでは反対側もね焼き目をつけていきます。うわー、いい感じに焼けてます。マダイがしっかり焼けました。うわー、いい焼き加減。それでは早速パエリア作っていきましょう。ラウンドグリルを網に乗せて、オリーブオイル、ニンニク2かけ、玉ねぎ半分、セロリ適量、パプリカ適量、そしてミニトマト6個。まずはこれをね軽く炒めていきます。うわー、いい匂い。玉ねぎがね半透明になったら、アサリとハマグリ、マテ貝を入れていきます。贅沢すぎる。日本酒を入れて、蓋をして貝が開くまで待ちます。うわー、めちゃくちゃうまそう。貝がしっかり開きましたね。あ、今開いた。そしたらここにお米を入れてパエリアにしていくんですけど、まずは一旦具材を溶けていきます。すっごいうまそう。ハマグリもうまそう。具材をすべて取り出しました。そしたらここにね、うちで採れたお米を入れていきます。今回2合炊いていきます。貝の出汁がたっぷり効いた汁をしっかりねこのお米に吸わせていきます。でここにお水を普通は足していくんですけど、今回ねさっき下茹でに使ったスープがめちゃくちゃうまかったので、これを入れていきます。アカニシ貝の内臓が茹でられているので、あまりねおすすめはできないんですけど、まあこれくらいだったら大丈夫でしょう。うわー、これ絶対うまいやつ。そしたらここに再び具材を戻します。一旦具をどかしたのはね、お米を下に移動させるためです。うわー、具だくさんすぎるでしょ。そして下処理しておいた貝も全部入れちゃいます。うわー、そしてここにマダイも入れちゃいます。そしたらこれをじっくりと炊いていきます。それでは炊き上がるのを待ちましょう。うわー、めちゃくちゃいい匂い。お米は煮えたと思うので、このままね水分を飛ばしていきます。程よく水分が飛んだんで、これで巣立て漁超満喫パエリアが完成。海の恵みに感謝していただきます。どっから食べていいのやら。うわー、うまそう。マダイもねいただきましょう。やっとできました。もうお腹ペコペコ。それでは早速、あ、ちょっと待って、塩忘れた。今回塩してないね。いや、ちょっとそのまま味見してみましょう。いただきます。うまっ。めちゃくちゃ濃厚な貝の旨味が出てます。口に入れた瞬間にベロが旨味でコーティングされます。すんごいうまい。完全に天然のアサリ。いただきます。うまい。なんて贅沢なんだ。全然塩してないんですけど、ちゃんと美味しい。貝から出てくる出汁にちょうどいい塩味が入ってるんで、もうそれでね塩加減バッチリです。いや、塩かけなくてよかったかもしれない。これバカ貝もいただきます。アサリより強烈な旨味はないんですけど、あの足の部分がコリコリしててめちゃくちゃうまいです。食感も含めてバカ貝はうまいっすね。これはもう我慢できない。いただきます。うまい。超うまい。幸せだ。マダイもねいただきます。ホクホクで噛めば噛むほどね旨味と甘みが広がって美味しいです。そしてアカニシ貝、うわ、すごっ。噛んだ瞬間に舌に濃厚な旨味と甘みが広がります。何これ。昨日持って帰ってきてすぐにね刺身にして食べてみたんですけど、ホラ貝のようなコリコリした食感と甘みがあって美味しいなって思ったんですけど、火が入るとこれまた美味しいですね。最高。いやー、めちゃくちゃうまい。そしてマテ貝いただきます。マテ貝もなかなか旨味が濃くて美味しいですね。いやー、うわ、トマトがうまっ。何これ。パエリアになったトマトがめちゃくちゃ美味しいです。トマトはねもともとグルタミン酸が豊富なんですけど、加熱調理することによってグアニル酸が増していきます。パエリアと相性がいいわけですね。ヘイ旦那、美味しいのできた？めちゃくちゃうまい。今回ね塩忘れたんだけど、忘れたの？多分ね大丈夫。いただきます。めっちゃいい匂いするよ。もう出汁がさめっちゃ出てるね。でしょ美味しい。焦げもあるよ。ほら、いただきます。美味しい。いい炊き加減じゃん。マジ超美味しい。今すごいお腹空いててさ、美味しい。ねえねえねえ。
入ってた。マテ貝とか入ってるよ。うん、マテ貝さ、全部殻だと思ったの。違う違う、入ってる入ってる。いただきます。美味しいね。なんだろう、ちょっとあさりっぽい味がする。旨味あるよ、すごい美味しい。いいね。パエリアいいね。うん、出汁が全部米に入ってるよね。全然塩味足りるでしょ。うん、足りる。私が取ったタイ。うん、タイも美味しいね。ホクホクしてる。そう、うまい。美味しい。全然臭くないよ。そう、漁師さんがねちゃんと現地で血抜きしてくれたから本当に生臭さがない。ハマグリあるんだよ。食べていいの？食べていいよ。いただきます。はい。うん、めっちゃコリコリ。美味しい旨味がすごい。これ今日の夕飯だね。これ絶対美味しいよ、みんな。よく食べると思います。よくできました。ひとまずごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃうまいです。想像をはるかに超えたうまさです。多分ね、言葉では伝えきれないほど本当にうまい。それ冷た貝。美味しい。この後夕飯にしてみんなでゆっくり食べたいと思います。今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタンを押して下の共有ボタンから友達に拡散してください。あとね、チートン同色機も好評発売中なので気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。これからもどんどん面白い動画を投稿していくのでぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。